2022年4月1日から15日までのお牛座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。4月1日から15日までのお牛座さんのリーディングを行います。まずこちらに熊のカードを春にふさわしく冬眠から長い眠りから目覚めるとき、その長い眠りというのも、ある方はコロナの影響でお仕事の規模を縮小していたとか、本当にしたいことをできなかった。ある方は恋愛を封印していた。など何かしら封印をしていたりとか、長い期間、おそらく数ヶ月以上だと思うんですけれども、封印していたものがあるんじゃないかなって思うんですが、その封印がこの時自然と解かれていく。それは環境がそうさせるということもあるんですが、それ以上にあなたの内側から目覚めていく。この春の訪れとともに、これをしたい、あれをしたいというようなアイディアが浮かんできたり、そしてそれを実行できるような環境になっていて、その今まで封印していたものに取り組み始める時が来る。そしてその取り組み始めるというのも新たなアイデアで新しいことを始める場合もあると思いますが、眠らせていたものというイメージが強いので、お仕事や勉強や趣味の場合は、かつて一回は取り組んでいたようなこと、それにこの時だからこそ浮かぶアイデアというものを足して、この時新たに取り組み始める。そして人間関係の場合は、新たな出会い、ちょうど年度始まりということで、新しい出会いが多い方いらっしゃると思うんですが、特にあなたが今まで眠らせていたものを新たに始めていくことで、とても良い出会いを引き寄せていく。こちらにエンペラーとカップのドーター、カップのページ、そしてタワーのカードが出ております。このタワーはタロットカードのタワーとは違って、安定した地盤の上にまっすぐ立っている塔。その新たな出会いが、この時あなたが眠らせていたものを新たに始めていくということが、このまっすぐ立った塔のように、揺るがないあなたの世界を築いていく、その礎となっていく。それだけ、この時眠りから覚めて始めるにふさわしいこと、新たに出会うべき人たち、こちらにグースのカードも出ておりますが、このメッセージにも書かれている通り、あなたの夢が、あなたの望みがあなたを目覚めさせている。あなたに今これをしなさい。今この人に出会いなさい。と語りかけている。その声をしっかりと聞いて、目覚める時に目覚めて、あなたの新たな人生の旅路が始まっていく。それでしっかりとした土台の上に自分の世界を築き上げるというイメージが強いので、お仕事ですと、例えば会社に所属しているような場合でも、ある程度任されて、あなたが自由に自分の世界を築き上げていけるようなお仕事の担当になっていく。この組み合わせで言うと、ご自身で起業されている方、とても良いと思うんですが、そのご自身の事業の成長の余地に気づける。そして事業を拡大できるとき、それもこの眠らせていたものというものがきっかけになると思います。そして勉強で言うと、直接お仕事につながっていくような勉強。
それは今学生の方でもそうなんですが、その知識があなたの今のもしくは将来の収入にそのままつながっていく。そしてその勉強というのもあなたの夢や望みとつながっている。あなたの夢や願いを叶えるために必要なもの。そして勉強でも趣味でもお仕事でもご自身の感性を活かせることというのがとてもおすすめです。ずっとしたかったけれど、なかなか時間がなくてできなかったというようなことが、時間ができる環境になって始められる、もしくは再開できるという場合は、まさにそれがあなたの心が望んでいること、そして芸術的なこと、クリエイティブなことをお仕事にされている方の場合は、この時のあなたのアイディアがあなたの世界観というものを確固たるものにしていく。名詞代わりになるような作品を生み出せると思います。恋愛で言うと、今まで恋愛を眠らせていた方の場合は、新しい恋が始まるタイミングになると思うんですが、あと、この時は、ご自身の魅力を自然にあなたらしくアピールできる。それも、この目が覚めているというのが大きくて、例えば、今まで自分でも気づいていなかったような自分の魅力に自分で気づいて、それに驚きながらも、自然とそれを自分の長所としてアピールできる。そしてそれが人間関係の主にこの時始まっていく新しい人間関係の構築に役立っていく。そしてその新たな人間関係というのがお仕事の関係であっても恋愛であっても友人関係であってもこのあなたの世界を美しく彩っていく。今まで例えばコロナの影響で新しい人と出会う機会があまりなかったりとか、在宅勤務が長くて家に引きこもっている期間が長かったという方も、この時の出会いをきっかけに一気に周りが春色になっていくようなとても良い出会いがあるんじゃないかなって思うんですが、こちらに注意してほしいカード2枚出ておりまして、ソードの7と爪のカード。その注意というのも、新しい出会いに注意というよりは、自分自身に嘘をつかない。この目覚めの時が来ているというのを分かっているのに、ずっと閉じこもり続けるとか、目覚めることを拒否するということをしない。この解放されるべきとても強いエネルギーがあなたの内側に閉じ込められてしまう。そうすると体調不良の原因にもなりますので、ご自身の健康管理のためにも自分に嘘をつかず始めたいって思ったことを始めてみる。あと前回家族との問題というカードが出ておりましたが、引き続きトラブルに注意。その注意というのも、ここで頑張って解決しようとするのではなく、あなたがエネルギーを注ぐべきは、この長い眠りから覚めて始めていくことを、ご家族とのトラブルでこの時期意識して注意した方がいいかなって思うのは、お金の貸し借りをしない。それだけ注意して、あなたは目覚めて始めるということに集中する。そしてリスクを取らない。そのお金の貸し借りもそうなんですけれども、この時始めることというのは自然とできる。例えば借金をしなくても自然とできていく。何かリスクを取らなくても、そのお仕事を自然と任される。自然と出会うべき人に出会っていく。その自然とというのがポイントで、目覚める時も自然に目覚めて、始まる時も自然と始まっていく。ですので逆に言うと、リスクを取らないと始められないということは始めない。誰かに、例えばご家族に強いられて、本当は始めたくないのに始めるというようなことは絶対にしない。この始まっていくことというのは、リスクとは真逆のところにある。自然と始まっていくことなんですけれども、あなたに物質的にも精神的にも豊かさと安定をもたらしていく、とても春らしい目覚めの時になると思いました。それでは4月1日から15日までのお牛座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきまして
ありがとうございました。